皆さんこんにちは、ゆいです。日本の食べ物って本当に美味しくて大好きです。こんにちは、あきらです。ゆいさん、いきなりですね。最近何か美味しいものを食べましたか？ふふ、週末に友達と居酒屋に行ったんです。焼き鳥やお刺身をたくさん食べて最高でした。それはいいですね。居酒屋は日本の食文化を楽しむのにぴったりの場所ですよね。本当に。でもね、あきらさん、私、外国人として日本に住み始めたばかりの頃、日本のレストランのルールが全くわからなくて、すごく混乱したんです。なるほど。日本の見えないルールシリーズの続きですね。今回はレストラン編というわけですか？その通りです。特に居酒屋のお通しというシステムとチップがないということについて、今日はぜひ話したいんです。お通しとチップですね。確かにどちらも外国から来た旅行者や留学生が必ず一度は戸惑うポイントだと思います。そうなんですよ。今でこそ慣れましたけど、最初は、騙されてるのかなって思っちゃったくらいです。騙されてるですか。あはは、それは穏やかじゃないですね。今日は当時の私の失敗談も交えながら、どうしてそんな不思議なルールがあるのか教えてもらえますか？もちろん、日本特有のサービス文化や考え方が関係しているので、じっくり解説しますね。じゃあ、まずはお通しについてです。あきらさん、聞いてくださいよ。はい、なんでしょ私が初めて日本の居酒屋に行った時、席に座ったらすぐに小さな小鉢が出てきたんです。枝豆とかちょっとしたサラダみたいな。典型的なお通しですね。関西の方だと突き出しと呼んだりもします。私それを見て、わあ、日本のレストランは無料で前菜をサービスしてくれるんだ。なんて優しいんだろうって感動したんですよ。あ、嫌な予感がしますね。そうなんです。お会計の時にレシートを見たら、お通し400円ってしっかり書かれていて、頼んでないのに隠し料金ってすごくショックを受けました。はは、外国から来た方が一番最初に驚くポイントですよね。頼んでいない料理にお金を払うなんておかしいと思うのは当然です。私の国では自分が注文したものだけにお金を払うのが当たり前ですからね。どうして日本では勝手に料理が出てきてお金を取られるんですか？これには大きく2つの意味があるんです。一つは席料、つまりテーブルチャージとしての意味です。席料。なるほど。居酒屋は長くお酒を飲んでおしゃべりする場所だから場所代ということですね。その通りです。そしてもう一つの意味は最初の料理が来るまでのつなぎです。つなぎですか？はい。居酒屋に入ったらまずビールなどを注文しますよね。でも唐揚げや焼き鳥のような料理は作るのに時間がかかります。確かに、ビールだけ先に来てもおつまみがないと寂しいですもんね。そうなんです。だから料理ができるまでとりあえずこれを食べてお酒を楽しんでいてくださいねというお店からの気遣いから生まれた文化だと言われています。なるほど。気遣いだったんですね。ただの押し売りじゃないと分かって少しスッキリしました。そう言ってもらえると嬉しいです。日本人にとってはお通しは、今日はどんな小鉢が出てくるかなと楽しむものだったりもしますから。でも、アキラさん、自分がアレルギーを持っている食材だったり、どうしても嫌いな食べ物がお通しで出てきたりしたらどうすればいいんですか？それは大事なポイントですね。お店に入った時に、お通しはカットできますかと聞けば、断ることができるお店も最近は増えています。断ってもいいんですか？それは知らなかったです。お店のルールによりますけどね。どうしてもダメな場合は、アレルギーがあるので別のものに変えられませんかと相談すると対応してくれることが多いですよ。なるほど。コミュニケーションを取ることが大切なんですね。ええ。ただ基本的には席料としての意味合いが強いので、
料理は食べなくてもお金は払わなければいけないケースがほとんどです。それは仕方ないですね。でも日本に長く住んでいると、お通しの良さも少しずつ分かってきました。どんなところが良いと感じますか？自分では絶対に注文しないような渋い和食の小鉢が出てくることがありますよね。煮物とかおひたしとか。はい、定番ですね。それがすごく美味しくって、日本の家庭の味ってこんな感じなんだって新しい発見があるんです。たまにお通しが美味しすぎて同じものをおかわりしたくなる時もありますよ。それはお店の人も喜びますね。お通しが美味しいお店は他の料理も絶対に美味しいというのが日本人の常識です。お店のレベルを測るテストみたいなものですね。まさにその通りです。さて、お通しに続いて、もう一つ私が驚いたことについて話していいですか？もちろん。次は何でしょうか？日本ではチップを払わなくていいというルールです。これもよく話題になりますね。日本にはチップの文化がありませんから。来る前はガイドブックで読んで知っていたんです。払わなくていいって。でも実際に日本のレストランに行ってみたら、店員さんがすごく親切じゃないですか。お水がなくなったらすぐ注いでくれたり、笑顔で丁寧に対応してくれたりしますよね。そうなんです。あんなに素晴らしいサービスを受けたら、私の感覚だとどうしても感謝の気持ちとしてチップを置きたくなっちゃうんですよ。なるほど。それでどうしたんですか？日本に来て最初の月のことです。カフェですごくよくしてくれた店員さんにテーブルの上に500円玉をこっそり置いてお店を出たんです。そのまま外に出たんですか？ということは、もしかして、はい、ご想像の通りです。私が道を歩いていたら、後ろからお客さん忘れ物ですってその店員さんが全速力で走って追いかけてきたんです。やっぱり500円玉を忘れたと思われたんですね。そうなんです。チップのつもりだったんですって一生懸命説明したんですけど、すごく困った顔をされてしまって、結局恥ずかしくてそのままお財布にしまいました。それは気まずい体験でしたね。でも日本の店員さんにとっては、テーブルにお金が残っていたら、お客様の忘れ物でしかないんですよ。ええ、今ならわかります。でも、あんなにサービスがいいのに、どうして日本人はチップを払わないんでしょうか。店員さんは損をしている気がしませんか？損をしているという感覚はないと思います。なぜなら、日本ではサービスは無料というよりも、料理や商品の値段の中にすでにサービス料が含まれていると考えるからです。最初から含まれているんですね。だから追加でお金を払う必要がないと。ええ。それに、日本のおもてなしの精神も大きく関係しています。おもてなし、聞いたことがあります。心からお客さんを歓迎するという意味ですよね。そうです。お店で働く人たちは、アルバイトであっても、お客さんに気持ちよく過ごしてもらうことが自分の仕事であり、プロとしての誇りだと考えている人が多いんです。チップをもらえるから頑張るんじゃなくて、自分の仕事として当たり前にいいサービスを提供するんですね。それはすごくプロフェッショナルだと思います。もちろん人によって態度の差はありますけどね。でも基本的には丁寧な接客をして当たり前という文化が根付いています。だから逆にお金を渡そうとすると、私はお金のために特別扱いをしたわけじゃないですよと少し嫌な気持ちにさせてしまうこともあるんですね。そうかもしれません。会社のルールで個人的にお金を受け取ってはいけないと厳しく決まっているお店も多いですしね。なるほど。感謝の気持ちを伝えたいときはどうすれば一番いいんでしょうか。お金ではなくて言葉で伝えるのが一番です。お店を出るときにごちそうさまでした。
とても美味しかったです、と笑顔で言うだけで、店員さんは十分嬉しく感じるはずですよ。ごちそうさまでした。素敵な言葉ですね。私もこれからはお金じゃなくて言葉でかっぷり感謝を伝えるようにします。ゆいさん、お通しとチップの話をしてきましたが、日本のレストランのルールは全体としてどう思いますか？正直に言うと、今は日本のシステムが一番気楽で好きです。おや、最初はあんなにショックを受けていたのに。そうなんです。でも、チップを計算しなくていいって本当にストレスフリーなんですよ。確かに、食後に 15%、それとも 20% と頭の中で計算するのは少し疲れるかもしれませんね。友達とお会計を分けるときも、メニューに書いてある値段をそのまま払えばいいだけですから、すごくわかりやすいです。明朗会計というやつですね。それに比べたら、数百円のおとどし代なんて、場所代だと思えば安いものです。美味しい小鉢も食べられますし。そう言ってもらえると日本人としてもほっとします。見えないルールは知ってしまえば怖くないですよね。本当にそう思います。だから日本に旅行に来る人には、レストランのルールは少し違うけど、リラックスして楽しんでね、と伝えたいです。いいアドバイスですね。わからないことがあれば、店員さんに身振り手振りで聞いてみれば、きっと優しく助けてくれますよ。はい。美味しい日本の食事をぜひたくさんの人に満喫してほしいです。さて、そろそろ終わりの時間が近づいてきました。今日は日本のレストランの見えないルールについて話しました。居酒屋のお通しは場所代と気遣いな小鉢。そしてチップがいらないのはおもてなしの心があるからというお話でしたね。リスナーの皆さんも日本に来た時はぜひ店員さんにごちそうさまでしたと声をかけてみてください。もし今日のポッドキャストが役に立った、面白かったという方はぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。皆さんの応援が私たちの励みになります。それから今日私たちが話した内容のスクリプトはコメント欄の一番上に固定してあるリンクからゲットできます。聞き取れなかった言葉や漢字の読み方を確認したいときにぜひダウンロードして使ってくださいね。スクリプトを読みながらもう一度聞くと、さらに自然な日本語の表現が身につくと思いますよ。それでは今日はこの辺で、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。